毎度おおきにラブパン旅行記なのだ。本日はお盆に大阪の南港にやってきたのだ。ゴミと汚水だらけで汚物の宝石箱と言われた大阪の汚い海を見に来たのか？いや、激エモな赤レンガ倉庫にオシャンティーでレトロな博物館があると聞いてきたのだ。なんでも大阪の都会の中にひっそりと空いてて良い感じの観光スポットらしいのだ。港区まで来たんなら USJ や万博、海遊館でも行けよ。わっちゃろいうちのチャンネルは観光誌に載らないようなディープスポットを紹介するんでディープすぎて草。というわけで今回やってきたのは大阪の港区にある G ライオンミュージアム。もう入り口からして USJ やボーネズミの国に迷い込んだ感覚を受けるのだ。入り口からすでにクラシックカーに高級車がお出迎えだな。ふふん、こういう車で送迎されるくらい稼ぎたいのだ。営業時間は11時から17時と少し短いので注意が必要だね。入り口から奥へ進むと左手には普通の大阪の景色。振り返るとそこは夢の国。これ本当に大阪か？横浜あたりの動画パクってんじゃないか？横浜は行ったことないけど大阪に住んでてもこんな景色は見たことないね。右手には少し高級そうで何か南国の雰囲気を感じるレストラン。串フレンチラギ H923。地元の食材を使った創作フレンチを楽しめるらしくステーキが有名だそうだ。この日はすでに昼飯食ったので行かなかったけどおしゃれでいい感じのレストランなのでデートに最適かもね。メニュー見てたんだけど結構値段するから特別な日にはいいかもね。一食がお前の昼飯1ヶ月分だな。僕は毎日豆苗でも食ってるのか？あったじゃねえぞ。向かいにはステーキを楽しめる赤レンガステーキハウス。ハワイのお店の姉妹店だそう。美味しそうなのだ。一食がお前の昼飯。同じネタをこするなのだ。ステーキハウスの横にはわからないけどレトロなクラシックカーがお出迎え。めちゃくちゃピカピカで新車みたいだな。僕の車よりピカピカなのだ。ここで洗車してもらえるかな？石ころ磨いてもダイヤモンドにはならんぞ。僕の車は石ころじゃないのだ。レストランの横には現代の高級車とクラシックカーが並んでいる。1900年代初めみたいな車だな。そうだね。暴れる君の頭と同じくらい光ってるね。こちらはキャデラックのエスカレードかな。一生乗れない車を見れて満足なのだ。多分ほとんどの人が一生乗れないし、そもそも見れないだろうな。なんだかマットな感じのおしゃ車なのだ。このエンブレムはなんだ？詳しい人いたらコメントで教えてね。というわけでこっち側は現代の高級車が止まってるね。シボレーのコルベットだな。またも一生乗れない車だな。いつか乗りたいのでチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。青って普通ならダサく見えるのになんかかっこいいな。やっぱりスポーツカーって男の子の夢だよな。今の時代は男女の差別に厳しいので男だからとか女だからとかそういう性別的に作るのは良くないってコンプライアンスの研修で言ってた。すみませんでした。赤レンガいいなと思って見てると何やら不思議なものが。アメリカの古いタバコの自販機だな。さすがに外の車と違ってビッグマムと戦った後のルフィくらいボロボロだ。さてそろそろ暑いから中に入って涼みたいところと思ったら最後に役所工事並みに激渋な車を発見。これはバスか？わからなすぎてチャット GPT に聞いたらカスタムカーと言われたよ。何にせよカスタムであろうと何であろうとかっこいいね。外が暑すぎて溶けちゃうから中に入るのだ。このミュージアムの入場料は1400円。博物館にしてはやや強気かな。イギリスのクラシックカーがお出迎え。ってことで受付に向かおう。受付で僕の体液を吸ってしおしおになったお札でチケットをもらう。表現キモすぎだろ。中に入ると赤レンガの中でまるで異世界に来たような感じ。そしてなぜか馬が一番最初にお出迎え。車の歴史を最初から紹介だから、馬車の時代からスタートみたいだぞ。そうか、エンジンができる前は馬で走ってたんだな。馬力の語源だな。馬車の隣は馬車からエンジンになった車みたい。なんだかシャーロック・ホームズに出てきそうな車なのだ。息や解説をまとめると1901年の車で最高速度は30キロだそうだ。原付くらいの速度でも自動車ってことでよかったんだろうな。それにしても照明も赤レンガも車のワックスも全部が良い感じなのだ。
こんだけの車を全部集めるのにいくらお金かかるんだろうな。まあタイムスリップして持ってきたらタダなのだ。艦長がジョン・タイターじゃねえか。ここら辺はアメリカのフォード社の車らしい。フォードってそんな古い車だったんだな。1920年頃って僕はまだ曽祖父の体の中かな。絶妙に気持ち悪い例えで草。1900年前半の車はわからなさすぎてすごいとしか思えないや。貧相な完成だこと。お次は1930年から1940年頃の車。ここら辺になってくるとちらほら聞いたことあるやつがあるかもな。いや、僕は車に詳しくないからよくわからないのだ。なんで来たの？いや、それなあ。ちょっと YouTuber っぽいショットに挑戦してみたり。車の紹介をしろよ。正直フォードの車なんて日本の三岡自動車くらいマイナーすぎて知らんよ。まあ確かに日本では全然走ってないもんな。ここら辺はどっちの車らしい。もうどっちとか言われてもどっち断定しか知らないよ。古すぎて草。まあ一応感じたことを書くとこの頃は2人乗りが主流だったんだな。え？これだけのクラシックカー見て感想それだけ？あとはスペアタイヤが全部ついてるね。美術館向いてないよ君。一応クラシックカー好きの視聴者のために中も見せておくよ。内装は当たり前だけどシンプル。そしてハンドルも革捨てじゃないから重はんかな。この時代にもワイパーあったのかな。めちゃ小さいけど。シートも当時のものかわからないけど結構高級感あるね。お次はコナンの鈴木次郎吉が乗ってそうなサイドか。ハーレーより古いバイクなんだって。将来こんなのに犬乗せてツーリングしたいや。それ鈴木次郎吉だろうが。あれ、子供用のゴーカートかな。ただのおもちゃだろ。いよいよイギリスだかフランスだかアメリカの古い車が全然わからないぞ。ただ一つ言える。かっこいい。尺の都合上全部紹介できないけどコメントで知ってる車があったら教えてほしいのだ。と思ったら知ってる車パッカード。なんでそんなマイナーな車を？小林明の自動車消化だよ。青春の曲だね。日産するのはパッカード。お前いくつなんだよ。お次のこっちはシボレーかな。骨の髄までシボレーで。いつまで小林明をこすってるんだよ。実際シボレーって車は知ってるけどどんな形かは知らなかったんだよね。初めて見たけどザ・アメリカの旧車って感じだな。アメリカのリャンブがボンボン跳ねてるイメージだよ。解説も丁寧でわかりやすいね。ちょっと通向けすぎるかもだけど。そしてひときわ目立っている肝臓みたいな色の車。いちいち例えがキモいんだよな。なるほど、コーラに似てるからコルベットなのか。でもどうやってもコーラからコルベットにはならんよな。海外の感性は独特なんだよ。そしてこのフロアの中心に鎮座するクソデカ車。ザ・アメリカって感じの車でシートも酒飲みすぎたおっさんの顔くらい赤い。ビュイックエレクトラって車らしいけど全然知らないや。ただシャコタンで重そうで豪華で派手でアメリカンな感じがすごく良いね。当時のイケイケなやつがタバコふかしてビール片手に走ってたんだろうな。偏見すぎるだろ。内装がすごいかっこよくてサイドウィンドウを開けるのが手巻きってのが時代を感じるね。さてこのフロアも大体見たし次のフロアへレッツラゴー。そういえばここは結婚式も挙げれるってことでなんだか豪華なお立ち台の周りにクラシックカーが並んでいるのだ。車に囲まれる結婚式ってなかなかないな。車好きな人にはたまらんだろうけどシンクさんは困るかもね。このフロアは1950年から60年頃の年代の車かな。約70年前の車か。だいぶ今の車に近づいているがやはり全然わからんな。まあ70年前って言ったら戦後だからね。そんな頃はわからんよね。戦争映画とかでお偉いさんが乗ってそうな感じってくらい。と思ったら見たことあるエンブレムが。これはロールスロイスだな。このエンブレムボケそうになってる人にしか見えないんだよな。完成がバケモンで草。しかし人生何回やり直しても乗れなそうな車ばかりですごいのだ。ほとんどの人間が一生乗ることはないんだろうな。いつかロールスロイスに乗りたいのでチャンネル登録と高評価お願いなのだ。ロールスロイスコーナーを振り返るとこちらはトライアンフやフェラーリの車。
トライアンフはあんまり聞いたことないな。フェラーリは知ってるが。そして一番奥にはアガサ博士が乗ってそうなビートルのような車。解説はなかったけど、やっぱりビートルのタイプ1ってことで初期だったらしいね。このフロアも見終わったから最後のフロアに行こうか。やっと国産ゾーンだね。最後のフロアは日本の車が10台くらい並んでる。まずはホンダの S600、しかも一番最初のやつかな。ホンダということもあってバイクも置いてあるな。小さな車で大きな車をかもるという夢をいろいろなレースで実現して、ホンダの名前を世界に轟かせた名車だって。お次はマツダのコスモスポーツ。世界初の実用量産のロータリーエンジンを搭載した車だって。あんまり車を知らない身からしたら凄さがいまいちわからないのだ。でも調べたら今1500万くらいするらしいぞこれ。鍵を探して乗って帰るのだ。盗む気満々で草。こちらはマツダのルーチェって言ってもわからんけど、これは初期型だからわからんだろうが、晩年のモデルはみんな知ってるかもな。クラウンしか知らないよ。そしてそのお隣はドジツイ色をした見たことない車。解説を読むと、あのトラックのイスズが作った車らしいぞ。イスズはどうしてもトラックのイメージだけどスポーツカーも作ってたんだね。それは相当イスズの CM の歌いいよね。あれ名曲だからみんな聞いてみてね。そしてこちらは日産ゾーン。あの名車スカイラインの2代目らしい。なんでプリンスって名前ついてるんだろうな。王子が乗ってたのか？当時のプリンス自動車って会社と日産が合併したから社名に入ってるらしい。合併してたことも初めて知ったよ。それではお待たせいたしました。本日のメインディッシュであるトヨタ 2000GT です。正直僕はこの車の凄さを知らないけど、マニアにはたまらないらしいね。一応解説を入れると、トヨタとヤマハが共同開発したスポーツカーで、限定337台しかないから幻の名車って言われているらしい。当時の発売価格は238万円で、当時の高級車のクラウンが2台、大衆車のカローラが6台買えるくらい高いスポーツカーだったんだそう。当時の大卒初任給が2万6000円くらいで、当時の発売価格が238万だったのなら、今なら2000万くらいってことか。当時は赤字でもいいからイメージ戦略のために出してたけど、3年で生産終了したんだよね。今だと大体億は超えるらしいぞ。それが2台もあるなんてすごいよな。どうにかしてこれ乗って帰れないかな。盗めないように一番奥のゾーンにあるんだろ。しかも多分中で組み立ててると思うぞこれ。まあ億を超える車をこんな間近で見れただけでも良いか。いろいろと満足したから入り口に戻ってきてお土産でも買うのだ。と思ったらなぜかミシュランタイヤくんのグッズがたくさん。ごめんやで。うちの車は石橋くんなんや。ブリヂストンな。結構良い値段するね。さすがに手が出ないかな。ミシュランコーナーの横にはレトロ品を集めたコーナーが。壊れた扇風機にヘルメット、弾薬箱に戦闘機のおもちゃになんでもあるな。扇風機が 2.5 万。謎の弾薬箱が 1.3万。高いな。まあこういうヴィンテージものの価値ってのは買う人が決めるもんだから、僕は絶対買わないけどね。最後に店員さんにこの博物館の成り立ちとかを聞いてみた。私がいてる会社で、そうなんですね。ここの博物館を開催するっていう目的で集めたって感じです。もともと持ってたものを。もともと持っていたものを3、4台って聞いてます。3、4台。そっからこんだけの台数をガッと集めたんですよ。ってことで、この博物館はもともと4台しかなかったところからオーナーの会社がこれだけの台数を集めたらしい。こういう博物館を作るためにいろいろと集めたということらしいのだ。そういう苦労も知らず2400円の入館料を高いって。本当に申し訳ないのだ。というわけで今回行ってみた G ライオンミュージアムいかがだったでしょうか。個人的には値段は張るものの、人が少なく落ち着いて回れますし、何より雰囲気が抜群なのでおすすめです。子供連れで行くのは合わないかもだけど、デートなんかには良さそうだよな。ここまで見てくれてありがとうなのだ。よかったらぜひチャンネル登録と高評価お願いしますなのだ。では、また会う日まで。